ろゆみようこそ。皆さんこんにちは。初めての方もいると思いますが、このチャンネル、ろゆみチャンネルって言うんですけど、このチャンネルでは日本の文化とか伝統とかを話してみんなに広めようというチャンネルです。自己紹介からしますね。じゃあ、僕の名前はこのチャンネルではロって言います。ロは RO で、自分の名前の頭文字 RO から取って、なっています。本名はロじゃないんですけど、プライバシーとかもあっていろいろ出してないんですけど、結構ね、いろんなビデオとかに聞けば言ってるんで、名前をじゃあ頑張って探してみてください。前はスペイン語で話してスペイン語話す国とかの向けてのチャンネルだったんですけど、今回は日本に外国の文化とかも教えていきたいなと思って、今日本人に向けて、外国人でも日本語を学びたい人でも見れるので、ぜひ見てください。このチャンネルは最初も言った通り、伝統とかを外国の伝統とかいろんなこと結構面白いことをいろいろなことをあなたたちに話したいので、ぜひ最後までご覧ください。僕はイタリアで生まれて、ミラノで生まれて、でそれから2年ぐらいそこに住んで、3歳ぐらいの時におじいちゃんおばあちゃんお母さん側とお父さん側両方いるメキシコに引っ越して、そこでだいたい3年ぐらい住んで、6歳になるちょっと前に日本に引っ越してきたのがちょうど僕まだ5歳で、小学校は4月から始まって、僕たちは3月に着いたんですけど、僕まだ5歳で入れないので、誕生日6月なんですけど、なのでその1年も小学校行かずに、幼稚園もちょっと高かったので、当時は日本をひたすら勉強し続けて、小学校入ったんですけど、1年みんな知らない子たちがいっぱいで、日本語も上手に話せるかなっていう不安もあったんですけど、意外と結構すぐに友達ができて、同じハーフの子とかが結構いたので、その人たちとはすごい仲良くしていたし、他にも日本人だけの人とも仲良くしていって、で小学校5年の時に横浜に住んでたんですけど、こっち小田原の方に引っ越して、で5、6をこっちでやって、中学校で入学して、今中学校1年生なんですけど、あと少しで中学2年で、そういう感じですね。僕のお父さんはハーフの日本人とメキシコ人っていうのかな、ちょっと難しいんですよ。お父さんのおじいちゃん、お父さんのお父さんはちょっとあんまりわかんないんですけど、僕今でもハーフで、お母さんはメキシコとスペインで、結構インターナショナルのファミリーなので、結構いろんな伝統とかがあって、でそれもいろんな伝統があるから、それをみんなに知ってもらいたいなと思ってやってます。ですね、ちょっとそういう自己紹介とか初めてなので、多分日本語で全部話すのは初めてのビデオで、ちょっとこういうことやりますよみたいなちょっとビデオになるんですけど、これだけじゃちょっと短いかなと思うので、最近学校とかですごい話題になってることとかを話して終わりにしたいなと思っています。今話題とすれば、テレビとかでもよく見ると思うんですけど、コロナウイルス、中国で発生したコロナウイルスが日本に上陸して、現在東京とかにも来てて、まだ神奈川県には確か来てないんですけど、結構そういうかかるかなかからないかなみたいな感じで、ちょうどこの時期はインフルエンザがすごい流行ってて、
コロナウイルスとインフルエンザがあって、なんかもう結構危ない状態で、僕の中学校、まあここら辺、小学校はそんなんじゃないかもな。中学校はコロナウイルスとインフルエンザと、ノロウイルスっていう3つのウイルスがすごい今流行ってて、ノロウイルスは1月ぐらいにもう先生とかにもかかってしまって、結構休んじゃった人も多くて、インフルエンザはいるんですけど、学校内では結構、僕のクラス1年では多分2、3人ぐらいしか多分かかってないんですよね。他のクラスは結構5人、6人とかかかってるんですけど、結構健康的なクラスですね。で、コロナウイルスとか、まあインフルエンザも含めて、かからないような対策のために、手洗い、うがいとか、よく寝ることとか、ちゃんと食べることとか、運動とか、いろんなことを、先生から言われてて、それを、まあ、やっていこうみたいな感じとかをして、まあ、かからないように、まあ、努力しています。まあ、今、すごい、まあ、このコロナウイルスは中国で発生したものだけど、なんか最近結構人ってなんか中国人を見ると、コロナウイルスがかかってるかもしれないから離れようみたいなとか、そういう結構差別的なことを言ってる人が結構増えてるんですよね。で、まあ考えれば中国人のせいではないんですよね。他にコロナウイルスが例えば、まあ他の国、例えばアメリカとかイタリアとか、ロシアとか、もう本当にもうどこでもいい国、どこでもいいんですけど、その国で発生して、そういうことを言われたら多分傷つくと思うので、まあ、そういう発言はやめた方がいいと思うし、まあ、中国人がコロナウイルスを発生してかかってるわけじゃないし、まあ、発生しちゃったものだから、それは、まあ、環境状態とかもあるかもしれないけど、責めたりしないで、まあ、同じ人間なので責めないで、まあ一緒にかからないような努力とかをすればいいんじゃないかなと思います。僕の中学校では、確か小学校にも多分、コロナウイルスは誰もかかってないんですけど、まあ結構コロナウイルスはここら辺ではそんなパニック状態にはなってないんですけど、逆にインフルエンザとかが結構、かからないようにみたいなこととか、声かけてあるんですけど、まあそうですね。そんなコロナウイルスは、まあただテレビに載ってるから話題になってるんですけど、ここら辺ではそんな人かかってないと思います。まあ確かにちょっと思うと、そんな外国の伝統とかは入ってないと思うんですけど、まあこれはちょっと試しのビデオで、ちょっと皆さんがどういう感じで、どういうビデオを見たいのかをちょっと知りたいんですけど、コメント欄とかで、この国について知りたいとか、この話題に触れてほしいとか、普通になんか、質問とか何でもいいので、なんかありましたらコメント欄に書いていただければ、必ず返信しますので、書いてください。で、このビデオが、楽しかったら、グッドボタンを押してね。あと、こういう外国の伝統とか、まあ、日々、中学生、小学生と、3人兄弟なんですけど、妹、弟と僕なんですけど、3人兄弟で、それぞれ幼稚園、小学校、中学校にいるので、なんか、日本の中学生とか小学生、幼稚園生ってどういう生活とか、そういう質問でもいいので、まあそういうことが気になる方は、ぜひチャンネル登録してください。バイバイ、また見てね。Nos vemos pronto. 次回もお楽しみに。